蒸気機器が去り着実に復興を遂げ城の建設を再開するも資材不足に陥った我らがネッツ。だが諦めず残業パワーで大量の資材を溜め込み本丸に繋がる塔も完成。備蓄もまだある。建設を続けるぞしかし季節はもう冬。雪が降る前に一気に作業を進めねば。雪が降ると白くて見づらいんだよな。前回研究職から焙煎所に転属した歯ぎしりやばこちゃん。いびきもひどいのでこっそり個室の家を建ててあげました。ここなら通勤病で済むぜ。やばこ邸前の配管が気になったので埋没工事っと。ほんとお前こういう細かい工事好きな。前回バルブの先に熱源の放出口をつけるミスをしてたこちらの配管も回収。今のままだと残量が 20% 切っただけで蒸気が止まる。エンジンだけ止まるように配管し直し、熱源は地中に入れて床暖に変更完了。装飾もされて華やかになった。島の正面の斜面を防壁にできるように、こっそりやってた掘削工事が完了。でもこれ前に建物建てれば隠れるぞ。掘っては見たけど妙案です。見切り発射工事じゃねえか。初期に作ったこの農園も存在忘れてたしもう撤去でいいや。まあ畑いっぱいあるから問題ねえ。職場転属させて家もしっかり固定。繁華街裏の農地から僻地で一生働くことを強いられた哀れな2匹であった。さて島の正面どうしたものか、現状住宅余ってはいるんだよね。空き家は74匹分、今ある正面の建物壊して建て直すのは無理そう。今ある建物もそれなりに愛着あるから壊しづらいんだよね。一応それっぽく追加の住宅を建ててバランス見て考えるよ。こうして横の建物と繋がる感じで拡張された。朝の通勤の音もスライダーも完備。少しでも多く働かせたい悪徳領主。こんな感じになりそうろー。なんか小さいトンネルの入り口みたいのがあるな。ああそれ、こっちの方にも追加して簡単に城内の倉庫の方へ行けるルートを作ったよ。エレベーターも中にあるから職場が城内になっても通勤が楽な裏道。でこの辺工事してて思ったんだけど、初期開発地域だったから天然の地形のままの場所が多くて、再開発するにも微妙に邪魔なんだよね。よくわからないところは整地しちまおう。さて雪が来る前に切り石の在庫使いたいし、明らかに資材大量に使いそうなこれやりますか。出た、ほぼ意味のねえ植林棟の護岸工事。アーチ部分のデザインもすでに作ってる部分の有用だし、これならすぐに作れるよ。などとほざいているがこの後泥沼にはまり、リアルで1時間近くかかったのであった。はぁ、ここまで作ったのに一マス横幅間違えてた単調な横への延長により脳がバグり、精密さを求められる角の部分でミスるの巻。チックショー。撤去して作り直した部分がやっぱり間違ってて、どうでもいい工事ということもあり発狂する霊虫。ガッテムー。お前どんだけミスれば気が済むんだよ。好きでミスってるわけじゃないよ。何度も作り直したせいでこれが2分で作れるようになりました。頭のおかしいプレイヤーがミスを連発で成長し、覚醒した。久々にゲームでトラウマになりかけたよ。完全に自爆である。こんな感じになりそうろー。親方、まだ半分残ってますぜ。そうだった。てなわけでもう半分も工事。でここは埋め立て途中で工事不可。埋め立て予定地の隣は触れられない謎仕様。おっと丸太の在庫が足りなくなったので拝借。若干観光名所っぽくなってた丸太タワーが細くなった。こんな感じになりそうろー。ここまで来たら上の装飾もやっちまった方がいいな。このまま放置もあれだしサクッとやりましょ。だな。前と同じデザインも統一感あっていいかもだけど、少し変えた方が作るのは楽しいかな。一辺ごと見た目変えてみるか。こんな感じになりそうろー。画面停止しておりますがこちらは動画です。時間停止してやらないと、多分工事終わる前に雪降っちゃうんで堪忍してください。動画詐欺っぽくなってしまったこと心からお詫び申し上げます。さてそうが前にするならここも防壁で囲むべき。もうやめて、あたおかのお前が大丈夫でも、壁を作り続ける動画見せられ続ける視聴者さんがついてこれないぞ。そんなじゃあ港正面側の防御力アップもダメ？なんか似た工事になりそう。つか初期の港と釣り埠頭も壊せないからすぐに工事できないぜ。できれば冬の間にするネズミたちの建設作業も用意したいねよしさんの丸のこの空き地に家を建てよう。島の中心だし住みやすい場所になりそうだ。大きくしすぎると二の丸が隠れちゃうから、低層マンションって感じにしましょ。だな。こんな感じになりました重ねてお伝えしますがこちらはスクショではなく動画です。てか建設風景がないのだが。コーヒー休憩してそのまま録画忘れた。安定のやらかし内部構造はこんな感じでございます。
低層マンションの予定だったのに1階に6軒のみ。2階は食堂、1階の方が使いやすいだろうけど丸みのある屋根を出したいなと思ってね。で食堂の間のスライダーを降りると公衆浴場、着替え用の収納ももちろん完備。食事風呂着替えを手際よく済ませられるかな？さて桐石の在庫残りは2000、まだまだ作るぞー。建設時に使うから少しは残しとけよ。あいよ。とりあえず装飾してなかった本丸を飾ろう。一部スカスカだった内側の壁もついでに埋めた。現状適当に作ってある本丸の入り口を少し整備。ジョーの兄貴の食堂の上とか、足場が出るとダサいし扱いが難しいぜ。服飾工業の社宅屋上のテラスと本丸のテラスをつないで、こんな感じに収めました。利便性悪そうだけどそれっぽくなったな。こんな感じになりそうろー。使った切り石は300くらい、まだなんか建てれそうだな。どうしましょ。島の正面再開発するなら、この住宅崩さなきゃだしかなり迷うな。かなりの数のネズミが住んでるから、今やったら真冬に野宿になるぞ。てなわけで考えた結果、こちらに新たな住宅を建てることにしました。炭焼き防壁の職員も通勤しやすいしちょうど良さそうだ。お城正面の家みたいに斜面に沿って段々に建てた家風に仕上げることを想定して、まずは階段を設置。ぎっちり詰めてたくさん住めるようにしよう。ぎっちぎちやで。空き家が増えれば島正面の再開発も気兼ねなくできるぜ。初期に建てた建物ってアーチや追加プラットフォームが使えなかったから、この足場の木が邪魔だったんだよね。足場もダメってわけじゃないが、綺麗に隠せるなら隠したい微妙な匠のこだわり。今回はこんな感じでプラットフォームでせり出す感じで使ってみましょ。この工法なら足場を隠しつつ限界まで高い塔とかも作れるな。上り下りはコンパクトなエレベーター。通勤ラッシュ等で混まないように、各フロア別でご用意しております。そうだこれだけ高さがあるんだ。これも防衛施設にしよう。また無駄に屋根付き橋設置しとる。屋根付き橋はやっぱり高さがあった方がかっこいいな。いやお前その高さじゃ登れないだろ。しまったどうしよう。こうして追加の無駄工事が発生した。切り石積んで奥行きを増やして、専用エレベーターを作るぞー。意味ないところで全力投球、これがうちのレイムさんだ。でも結局螺旋階段で十分と気づき直通にしなかったよ。本当にお前適当だな。さて仕上げにデコ。柵が前の建物と違って白いやつから変えた模様。一応防衛施設としても使う用途も想定し、見た目は武骨だけど石壁を採用。こんな感じになりそうろー。前回作った側防塔と連携できそうな建物になりそうだ。でも実際戦いになったら民間人の住む場所を攻撃されるわけで非戦闘員に甚大な被害が。民間人の犠牲をいとまないやべえタイプのストロングスタイルの建物じゃねえか。てへじゃねえよ。しっかり数えてないけど、これで100匹くらい住める住宅になりそうだね。切り石の在庫はまだそれなりに残っちゃいるが、これだけ建設予定出しとけば程よく消費されるかな。これだけ仕事あれば大工も当分暇なしだね。ギリギリまでネズミを酷使する、これが悪徳領主導。オラ輸送担当、今日から当分大工を手伝え。適当に倉庫整理させられてた暇ネズミを動員し、一気に建設作業を行わせた。皆の者を、キリキリ働け。こうして動画開始8分30秒、やっと停止していた時間が進み建設作業が開始された。多分リアルで5時間くらい停止のまま作業してました。結構なあたおか案件であった。お前、暇そうやなぁ。過剰生産気味でやや放置されてた炭焼き用の植林場のやつか。丸太タワー素材に戻して在庫が減ってきた、植林を開始するのだ。肥料を使わぬ地道な植林開始。まあ植林棟がこんな感じだから多分また丸太余るかな。せっせと働くネッツは見てて飽きないぜ。ははは、私のためにキリキリ働け。鬼総督。この辺くらいからライトつけよっと。ほんと細かい作業好きな。こうして長い、一日が終わった。一日で切り石3200も使ってて草。雪が積もったぞー。昨日無理して一気に建設依頼出しといてよかったぜ。冬の間に建設を仕上げるのだ。3の丸服飾工業で糸と布が生産上限になってたので、該当作業担当に人事異動。蒸気エンジンの稼働具合もあるから、なかなかバランス取るのが難しいぜ。てかここの蒸気管つなぎ忘れて蒸気機取らんかったわ。蒸気のバランス以前の問題じゃねえか。さあ皆の者を、キリキリ働け3の丸服飾工業フル稼働だ。皆の暮らしを良くするためだ頑張って働け。などと言っているが過剰生産して密輸業者に横流しが真の目的。
そういえば前回詰まらせたコンベアーを解消した結果、魚の串焼きの在庫がどえらーことに。3400ってこりゃどえらーだわ。魚の串焼きの生産停止、しばらく魚の燻製メインでよろしく。食堂も魚の燻製はしばらくやめて、魚の串焼きをメインで提供してね。まあ魚の串焼きの方が高級品だし、こっちの方が賛同も上がりやすそうだ。そうだ政策も切り株の回収から高速建設に切り替えよっと。建設速度2倍は地味に強い、ついでにゴミ焼却も復活させ燃料も節約した。さて寒くなったけど蒸気の残量は大丈夫かな？増えず減らずって感じかな？おっと海賊が来たみたい。いつも油渡して帰ってもらってるから最近ずっとカットされてた悲しい存在。はい年末のお歳暮、サラダ油でございます。ギリ足りたけど機械生産とかでも使うようになって、少し在庫が心もとなくなってきたぜ。搾油ワンオペだから増員してあげようと思ったらこれ学識が必要か。学識と言ったら博士が暇してるぜ。すまんね博士、自由に研究させてあげてたけど、当分学校で教鞭を取ってくれたまへ。高級厨房なんかも学識必要だからついでに教育してもらうぜ。隣の学校では先生指導の元熟練職人も量産しております。熟練職人募集中。魚の串焼きの在庫が全然減らないので、確認しに来たけどまだコンベア集まってるよ。倉庫もいっぱいで流れないから、一旦人力で別の倉庫に移した方が良さそうだ。植林島の護岸防壁の埋め立て地が寒そうなので、久々に焚き火を起こしてみました。懐かしいな、こうやって見ると趣あっていいな。列車止まってる離島唯一の交通手段が。よかった寒空で待たされてる子はいなかったか。いや朝からずっと待ってただけです。おらなんてこった。出発進行。こりゃ今朝の蒸気管敷設ミスでやらかしちゃった感じかな？蒸気は安定してるから明日は平気だろうけど完全に一日無駄にさせちまったな。はい職場到達前に一日終了です。ナムさん。翌日3の丸住宅2階の食堂が完成。屈強俊敏の精鋭、流星のステラよ、ワンオペで頑張れ。頭痛が痛いみたいな重複表現なややかわいそうな名前。寒い中盛り土工事お疲れ様。植林島の埋め立て工事が終わったか。気持ちよさそうに焚き火に当たってるけど、それもう消すからお家帰りなさい。マイナス10度でマジ寒いのに。名残惜しそうに最後に一歩立ち止まり、哀愁を漂わせながら一匹のネズミは去っていった。さっさと家に帰れ。さてここも建設できるようになったのでサクッと仕上げましょ。意味はないけど、無駄に豪華な防壁がこれで完成だぜ。こんな感じになりそうろー。白い。まあこの辺暖房来てないからしゃーなしだよ。春にまた見に来よう。桐石の在庫が増えてきたから平積み備蓄だー。生産量が1日500くらいあるから、この程度だともう誤差でしかない。砦県住宅の作業進捗を見に来たら、ほぼ完成していた模様。あと数件。サボってるネズミ発見。あんたは夕飯生魚だよ。ここはサボるのにいい場所だぜ。こらそこはあんたたちが建設する施設何もないでしょ。このエレベーターは誰も使わないかと思ってたが、まさかこんな使われ方をするとは。ステラの食堂の隣も完成ここも魚の串焼きメインでお願いね。魚の串焼き、まだまだ増えてます。お茶の提供も高級茶飲みに限定し、ただいま生産調整中。高級茶に加工すると、茶葉1枚が高級茶20杯になるぜ。まあその分燃料や香料と手間がかかるよ。だな。流星のステラの食堂、大盛況。食事の後にスライダーで降りてく姿が愛らしいぜ。大成功。公衆浴場と隣の街灯の収納も、いい感じに機能してるみたいだね。ネズミたちでわっちゃわっちゃしております。昨今の改善により文句も多いけど、かなりの賛同を得られるようになったどう？残業、いつも通りだと彼らは言う。いつも通りなら大丈夫だね。うちのレイムさんは絶対上司にしたくないタイプです。家の増築工事により空き家が100件ほどできたぞー。これはかなりの余裕ができた。てなわけで農地整理のため、こちらの住宅は解体じゃー。溢れた移民用で使ってたが、今じゃほとんどが空き家だった。で道を敷き直して農地を拡張しました。初期は海を干拓した不毛だった土地も、だいぶ整備が進んできたぜ。はいここも農地にしますので、肥料用の倉庫解体しまーす。今後肥料は側冒頭の倉庫から取り出してください。こっちも農地化するため、地下コンベアーに搬出用の穴と床下暖房用の掘削工事を依頼。農地は足りてそうだが、ここまでやったら全部きれいに整備したいよな。移民船が来たぞー。おっともう季節は春か。ってあんたたち真っ白じゃないの。寒さなんざ関係ねえと言わんばかりの強行軍。
蒸気の方は特に問題なく一冬越せたね。少し水の残量減ってるけど。煙で見えねえ。ほれ？そろそろ紅葉区再開発の時期じゃね？それは絶対しんどいやつ。しかし現状コンベア集まったりが日常だし、やっぱなんとかしなきゃかな。慎重にやらないと色々トラブル起こしそう。食料と街灯はアホほどあるから、余裕あるうちにやっちゃった方がいいかな？多少失敗しても取り返しのつかない事態にはならなそうだ。まあまだ雪も溶けてないし、新しい農地の農場セットでも建てて待ちましょ。だな。とか思ってたら翌日雪溶けてたわ。そして冬の間に溜め込んだ切石、なんと在庫4000個。おお、これなら大量に建築できるぞ。で紅葉区の再開発の初手は製材所。少しずつ施設を移設して紅葉区を広くする作戦。原料となる丸太は炭焼き用の倉庫と共用にすれば便利かな？となると建設予定地はここ、作った板も側房等の倉庫に簡単に流せるし、家も近いしちょうどいいぜ。では製材所を並べて入り口横から搬出できるように、投入口を設置する感じで設計だー。防壁下に空きがあるから、今回はサクッと設計も終わったぜ。てなわけで設置場所が決まったので、お楽しみの装飾タイム。さあ匠の腕の見せ所だぜ。こんな感じになりそうろー。小説の粉雪舞う中、紅葉区再開発の第一歩が始まったぜ。完成した砦兼住宅も強そうでいい感じの仕上がり。自画自賛。でもこれ丸太倉庫まで歩くのがちょっと大変かも。それなら私に任せとけ。あ、ちょっとまたマリサ。そうです貨物列車です。目の前に見える場所なのに贅沢な。効率も上がるかもしれないからいいだろ。そんで線路を伸ばして根ずっぱの上に重ねる感じに。高速で射出される列車の上にさらに列車。これかなりの恐怖体験じゃ。ぶつからねえから大丈夫だ。安全基準が雑。それでは大工さんが木材を取りに行くので、試乗してもらいましょう。発進直後の90度カーブは気をつけろよ。手を離せば壁に直撃だからな。安全装置は握力のみ。てか次の子がもう駅で待ってるよ。そしてのんびり丸太を取り出す大工、折り返しの電車握りのレズ。歩いても大差なさそう。うるせえ文句言うならこうだ。この短距離で加速器、直角カーブもあるのに危ないよ。最悪仕事中の事故は労災が出るから大丈夫だ。それは大丈夫とは言わないよ。ああもう足場で見た目も最悪だよ。まあそれは、じゃないよ。そして翌朝、完成したのに誰も乗ってくれんのだが、隣にあるスライダーの方が人気。そんなバカな。ってのは冗談で建物がほぼ完成して利用客がいなかっただけ。早速製材所の人員を割り当てて送料開始しましょ。なんだ焦ったぜ。おっと製材所で使うロープ置き場を忘れてた。他倉庫に混ぜればいいのにお前こういうの細かいよな。出発進行、行け貨物列車荷物を持って乗車してるだけなのに、これを貨物列車と呼ぶのは物議を呼びそう。丸太は手荷物には入りません。そんなんへりくつだよ。などとやってたらお城下の採掘現場の作業が止まってたので再配置などを実施。もうろくに説明する気もない模様。一応場所はこの辺です。今度は元露天掘り現場が止まったか。効率よく掘りたければ再配置は必須だが、これ地味に面倒なんだよな。山削るのは楽なんだけど、上は鉱物少ないっぽいんだよね。何？投入口も作り直してこれで完了。お疲れ様でした。学校で学識指導してる博士の様子を見た感じ、まだまだ育成に時間かかりそう。紅葉区再開発の邪魔になるかもだし、研究所一旦撤去するね。スポットで教鞭を取ってたつもりが、いつの間にか帰る場所を奪われた哀れな博士。大丈夫、新しく研究所をここに建てようと思ったけど、やめた。なんでだよ。いやここ自体が再開発で撤去されそうだし。まあそのうちいい場所あったら建ててやろうぜ。お次は紅葉区の燻製場半分撤去。少し減ったがそれでも燻製アホほどあるから、全撤去でも大丈夫な気もする。一応コンベア直通で食堂横の倉庫に流れてるからないとちょっと心配。博士の食品衛生講習を終え育った生徒たちが高級食堂に就所を置く。ついに高級厨房が創業開始だ。でもレシピは3つもあるし、全員のお腹を満たすには人員が全然足りないから本稼働はもう少し先だね。プレオープンって感じか。燻製所減らしても相変わらず煙で何も見えないけん。一箇所に汚染まとめるとどうしてもこうなっちまうよな。ボイラーとかはそれほどひどい汚染じゃないんだけど、炭焼き窯がやばいんだよね。でも溶鉱炉とかで燃料使いたいし、ほんと難儀な問題だぜ。炭焼き防壁は生産調整できる余裕あるから、ボイラーくらいはこっちに移設してもいいかもだね。資材もあるし早速やるか。
ってキリ石の在庫4500もあるやないかーい。残業停止停止、私の建設が追いつかないよ。こうして一生残業ボタンを押されたままだった石切り工たちは、久々に家に帰ることを許されたのであった。さあ資材なくなるまで建設だ。もう MP 切れてるんで堪忍してください。へたれ。では雪も溶けて春になり大量の資材を確保したところで尺が長くなりそうなので今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録グッドボタン、よろしくお願いいたします。励みになります。大量の資材を準備したのに工業区の再開発が計画されさらなる労働を強いられそうなネッツ、彼らに自由は訪れないのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。